北京。巨大都市でありながら、古い記憶と死者の噂が未だに息づく街。その一角、延命園というかつての王朝の庭園跡。歴史の闇に沈んだその地で、1995年の冬、一台の市バスが忽然と姿を消した。路線番号は375。それは今も語り継がれる最後のバスだった。時刻は23時20分。冬の北京は吐く息が白く凍りつくような寒さだった。そのバス停にいたのは3人の乗客。1人は会社帰りの青年。疲れた表情でスマホをいじっていた。もう1人は古びた軍服姿の老人。無言で腕時計を見つめている。そして最後に赤いスカーフの老婆が静かに佇んでいた。彼らは皆375号の最終バスを待っていた。周囲には誰もいない。街灯の光も少し頼りない。そんな中、遠くから古びたエンジン音が近づいてきた。深夜の静寂を破って375号バスが現れた。運転手も車掌も見知らぬ顔。制服は新しく、白い手袋をしているのが印象的だった。誰も疑わず3人は乗り込んだ。車内は暖房が効いており、ほっとするような空気が漂っていた。青年は窓際の席に座り、眠りそうな目をこすった。バスは静かに出発する。いくつかの停留所を過ぎたが、乗ってくる客は誰もいない。そしてあるはずのない場所で突然バスが止まった。そこは墓地の近くだった。誰も降りず、誰も待っているはずのない場所。だがヘッドライトの先に3人の人影が立っていた。1人は黒いコートを着た若い男。もう1人は白装束のようなものを着た女。そして最後の1人は顔の見えない子供だった。彼らはゆっくりとバスに乗り込んできた。しかし歩いているようには見えなかった。まるで浮いているように。車掌は何事もなかったかのようにチケットを確認し、扉を閉めた。青年は違和感を覚えたが、口には出せなかった。バスが再び走り出した頃、後部座席からうめくような声がした。足がない。老婆がハンカチで口を押さえ震えていた。青年が振り返ると、老婆の視線は先ほど乗ってきた影の乗客に向いていた。あなた、財布を盗んだでしょう。老婆が突然青年の腕をつかみ
大声で怒鳴った。すぐに降りなさい。警察に行くわよ。青年は戸惑いながらも強引にバスから降ろされた。バスの扉が閉まり、静かに走り去っていく。街灯の下で老婆は震える声で言った。あの3人、足が地面についていなかった。そして座席に影がなかったのよ。青年は言葉を失った。翌朝、375号バスが始発地点に戻らなかったことが報告された。通報を受けた公安、警察が捜索を開始した。GPS もなく、行方は一切不明。乗客名簿も残されていなかった。3日後、市内からはるか離れた密運圏の貯水池で泥にうずもれたバスが発見される。窓ガラスは凍りつき、バスの中にはいくつかの遺体があった。運転手、車掌、そして謎の乗客3人。遺体は凍死ではなく、全身から血液が抜けたような状態だった。防犯カメラにもドライブレコーダーにも記録は何も残っていなかった。当局はバスの燃料漏れによる事故と発表。しかし、どうして貯水池に？そして、あの老婆と青年の証言を、ネット上では様々な憶測が流れた。もともと375番は、火葬場と延命園をつなぐルートだった。風水的に死者の通り道に重なっている。実は、毎年同じ日、375号は、あちら側に迷い込む。誰も、本当のことを知らない。ただ一つ言えるのは、あの夜、青年と老婆が降りなければ、バスから誰も戻らなかった。今も北京では、深夜に375号を使う者はほとんどいない。車体は新しくなり、運転手も変わった。でも、路線は同じだ。夜の延命園に差し掛かった時、バスが急に止まり、乗ってくる者がいたなら、どうか足元を見てほしい。影があるかどうか、それが聖者と死者の境界なのだから。おしまい。